なんでしょう、警察ではなさそうなんですけど、普通の街のおじさん、有識者の方が来て今なんかジャッジしてますね。やばい、今バナナ買ってるんですけど、やっぱ街中でお金見せちゃうとめちゃくちゃ人集まってくるんで、ちょっと逃げます。ここで現地の通貨を手に入れましょう。すげえ、20ドルでこんなになった。札束じゃん。やばい、アナウンス聞いてなかったけど、みんななんか向こう行っちゃいましたね。ゲート変わったのかな。30分くらい遅延してるけど、ゲート一応ここで合ってそうだな。いよいよ出発です。やばい、飛行機乗る直前ゲートで今止められてますね。 E ビザないと入国できないよって今言われてて、ツアー会社さんを通してインビテーションレターっていうのをもらってるんで、ビザオンアライバル、到着のビザで入れるはずなんですけど、なぜか今止められてます。大丈夫かな。いやー、搭乗できませんでしたマジか。いやー、これ私がミスっちゃったんですけど、今回ツアー会社さんにインビテーションレター作ってもらった時に一緒に E ビザもお願いしないといけなかったみたいです。うわー、いや本当絶望だったんですけど、今ツアー会社の方に相談したら、もう今すぐ E ビザ取ってあげるって、もう3時間ぐらい取ってくれるっていうまさかの神対応で、ギリギリいけそうです。ちょっと今日の便はもうないんで明日の午前中になっちゃいますけど、なんとか春ゲイさんにはいけそうです。いやマジツアー会社の方めちゃくちゃありがたい。明日の便は確保できたんですけど、ボーディングチケットの発行には E ビザが必要で、 E ビザあと 3,4 時間くらいかかるんで、制限エリアから出られなくなりました。空港ホテルなら戻ってこれるよって言われたんですけど、絶対高いよね。ちょっとその辺に座って 3,4 時間瞑想します。たった1時間ちょっとで E ビザ承認降りたみたいです。明日のチケットをなんとかゲットできました。ただ今ツアーガイドの方からメッセージ来て、あなたの E ビザは爆速で出すためにあらゆるコネを使って頑張りましたっていう風に来たんですけど、さすがにチップ払った方がいいよね。とはいえもともと4日間のツアー代金をお支払いしてるんで、最終的に2日間になったら結構費用浮いてんじゃないのとは思いますけどね。まあでもこの窮地を救ってくれたのは事実なんで、あったらめちゃくちゃお礼言おう。あれてかそもそも制限エリアからどうやって外出んの。一応出られましたけど、一回出国しちゃってすぐ入国するっていうちょっと怪しい動きになっちゃったんで、イミグレーションで結構揉めましたね。なんとか説明して入れてもらいました。もう疲れたから空港近くのホテル取って休もう。おはようございます。だいぶ前置きが長くなってしまいましたが、さすがにそろそろソマリランド行きましょう。もう何度も来ました、アディスアベバボレ国際空港。今日は搭乗できるんでしょうか。結局はやっぱりアイスアメリカーノなんだよね。ついに搭乗できました。ようやくソマリランドへ出発。ついにソマリランド入国できました。外国人10人くらいしかいなかったけど、なぜか1時間以上時間かかりました。今回入国の書類なんかはツアー会社さんにお願いしましたんで、そのままツアーも一緒にお願いしてます。空港の SIM ショップが全部閉まってたんで eSIM 購入できませんでした。まあガイドさんと一緒だからいいでしょう。街中の車がほぼトヨタです。9割くらいトヨタかな。ソマリランドは1991年にソマリアから独立した地域のことを指します。首都はここハルゲイサ。ただ国際的にはこの独立は認められてなくて、今もまだソマリアの一部とみなされています。俗に言う未承認国家ってやつですね。国際的にはほとんど承認されてないものの、独自の政府や通貨を持つ事実上の独立国家です。今日のホテルはこちらです。インドホテル。お危ない、ホテル閉まってるかと思った。こっちか。ハロー。よし、チェックインできました。お部屋こんな感じです。シングルルームなんで狭いですけど、まあ問題ないでしょう。うわ、エアコンついてんじゃん。エアコンじゃねえや、扇風機ついてるじゃん。エチオピアはエアコンも扇風機も全くありませんでしたからね。こっちが水回り。まあこじんまりとはしてますけども、ギリギリこういうシャワーブースみたいな感じになってて、まあいいでしょう。一泊だけですからね。これで一泊15ドルだったかな。安いよね。じゃあちょっと休憩してからガイドさんと一緒にツアー行きます。ソマリランド自体はかなり平和な国なんですけど、ツアー会社さんからは一人であんまり出歩かないでねって言われてるんで、おとなしく言うことを聞きます。お、
すぐ隣にレストランあった。ここ入ります。今ちょっと外出ただけでホテルの人走ってきて、危ないから歩いちゃダメよって言ってますね。やっぱり外歩いちゃダメっぽいですね。おとなしくしてよ。やべやべ、いろんな人に危ないから一人で出歩かないでって今言われてホテルに戻されちゃった。そんなにやばいのか。周りのみんなが本当危ないから出ちゃダメっていうふうにずっと言ってますね。ツアーガイドさんがそろそろ帰ってくると思うんで、合流したら出かけられると思います。ホテルの方にトイレットペーパーないんだけどって言ったら、なんかめっちゃでかいペーパーもらいました。ヤッキー。空港で SIM 買えなかったんでインターネット繋がんなくてガイドさんに連絡取れないんですよね。もうちょっとここで待ちましょう。ソマリランドね、結構暑いです。飛行機から見た感じだとソマリランドほとんど砂漠っていうか砂しかありませんでしたね。さっきまでのエチオピアと違ってめちゃくちゃ暑いです。日差しがすごい強いんだよ。30分って言ってたのに1時間後に来た。まずめちゃくちゃ綺麗な車に変わってこれから行きます。なんか運転めっちゃ荒いんだけど大丈夫。一つ目の目的地着きました。ライブストックマーケット。ここではね、牛とかヤギかな、ラクダなんかも売り買いされてるみたいなんですよね。ちょっと覗いてみましょう。うわ、なんだこれ、なんか売ってんのかな。空のボトルみたいなのあるの。体になんかいろんな数字とか書かれてますね。もうほんと売り物って感じになっちゃってるね。うわ、すごい。これ首がつながれちゃってるね。動けなくなっちゃってる。こっちももう首がつながれて動けなくなっちゃってますね。これは生きるためには仕方ないでしょう。How about camel? Camel is not now. It's not here. No. It's outside. Okay. Let's go. Yeah, okay. なんかおばちゃんが言ってるけど何言ってるかわかんない。You buy one. おばちゃんなんか買ってけって言ってるみたいです。さすがに買えないけど電話しながらめちゃくちゃ爆走に怖いですね。さっきヤギを引きそうになってました。子供も引きそうになってました。怖え。おお、ここが有名なメモリアルスクエアですね。1990年の内戦時にソマリア軍がここに爆撃をして大打撃を受けたこの町の当時の記録としてここに記念碑が建てられています。これがローカルマーケットですね。$20. いやいや、$20。$20 分。ここで現地の通貨を手に入れましょう。一旦$20分。すげえ、$20でこんなになった。札束じゃん。お、なんだこれ。人が寝てる。お水3000。冷えてる。でもマーケット自体はそんなに面白いもんじゃないね。よくある日用品ですね。服とか靴とか。さっきのところはお店あんまりなかったんで、近くのもう一つのマーケットに連れてきてもらいました。言うてもあんま変わんないけどね。せっかくだからぐるっと歩いていくか。なんだこれ、積み方がすごい。これどうやって買うの。陽気な人たちです。とりあえず詰めるだけ積んどけみたいな。なんだろうね、これよくわかんないね。トラディショナル。ハンドメイド。なんか綺麗な模様が描かれて。これなんだろうね。これ火炭でも入れるのかな。うわ、でっか。チリ。チリ、yes。わあ、こういうところのマーケットってなんかさ、靴多くない？こんなにみんな靴。また靴だ。てか全部靴じゃん、ここ。こんなに靴売ってても履く足がないよ。やっぱお肉のエリアにはハエがね、大量にいます。レストランで出てくるお肉も結局ここから来ると思うんで同じなんだよね。正直ローカルマーケットは世界どこ行っても同じだな。ガイドさんがもう飽きてて次行こうぜって言うんで車に戻ります。正直私ももう飽きてるんで次行きたいです。車止めてたらなぜかすぐ後ろにつけられちゃって出られなくなってます。ドライバーさんめっちゃキレてる。おお、ラクダ、野生のラクダかすげえ、道路に野生のラクダがいる。後で食べようって。やべえ、爆走に160キロ出してるんですけど怖っ。さっきからこの岩肌むき出しのボコボコ道を30分以上走ってます。とんでもないところ来たね。やっと着きました。これがラスゲイル。受付みたいのがあるのかな。こんなところに人が住んでんのか。岩山にシェルターとロックアート、壁画ですねがあるみたいです。アフリカで一番保存状態が良いとされている壁画で、だいたい5000年から1万年前の新石器時代のものと考えられているみたいです。これがロックアート。見えますかね。動物の絵みたいなの書いてあるね。ちょっとよくわかんないけどこんな感じで、こ
これがロックアートですね。こんな時間かけてここまで来たのに、これだけ金網貼ってあったけど中入っていいそうなんで、もっとよく見ましょう。装飾品をつけた牛とか、あと人々の壁画があるらしいんだよね。あ、これかな、わかりますかね。これなんか人の形してる絵がありますね。あとこっちは牛っぽいな。まあ正直よくわからんが、牛っぽいのと人っぽいのは見えますね。あ、よかった。他のもまだあるみたい。これで終わりかと思った。ここ見て。超大自然です。おお、こっちにも壁画が、ロックアートがありますね。同じ感じの絵だな。こんな感じ。まあ、さっきより綺麗に残ってる気がしますね。3箇所目。まあこれもう一緒。うわ、足にこのサボテンのトゲ刺さった。めっちゃ痛いっていうか、なんかかゆい。この5000年前から1万年前に描かれたものだっていうのをどうやって判断するんですかね。てか5000年の幅って広すぎない？マジの大自然すごすぎ。いや、街から1時間半かけてここまで来たんですけど、これだけか。まあ私は乗ってるだけなんで別にいいんですけどね。ラスゲールのツアーこれで終わりだって。こんな大自然の中でもトイレを用意してくださってるみたいです。いや、ありがたいね。うわ、マジで事故っちゃったよ。さすがにやんちゃが過ぎて他の車にぶつけてしまいました。運転手さんめちゃくちゃキレて飛び出してったけど、多分こっちが悪いんじゃないですか。今全員で外で集合して揉めてますね。なんでしょう、警察ではなさそうなんですけど、普通の街のおじさん、有識者の方が来て今なんかジャッジしてますね。なんかちゃんと警察の方来ましたね。さっきの有識者にきは何だったんだ。なんとか和解したのか出発できました。運転手さんめっちゃキレてるけど多分口が悪いよ。ホテル戻ってきました。なんか食べたいからレストラン探しましょう。この辺りだったらね、多少歩いてもいいんじゃないってガイドさん言ってたんで、ちょっと歩いてみよう。レストランはあるでしょうか。さすがに一人で歩いてるとかなり目立ちますね。なんかマーケットに入ってきちゃったな。レストランじゃなさそうです。Japan. Japan. Yes. Walk to Soberland. Yes, thank you. I'm Counterbauer. Soberland. Counterbauer. やばいやばい、目立っちゃってますんで、ちょっとどっか入ろう。ここレストランじゃん。なんかいいらしいよ。これ本当レストランなの？大丈夫かな？ダメだ、やべえ。無理かもしれん。はい、オッケー。あ、Thank you。Thank you。よし。なんかローカルのレストラン入れてもらいました。全く言葉通じないから何にも頼めないんだけど、適当に。やばい、ほとんど通じなかったけど何かを頼みました。ラクダ肉来るといいけどね。ガイドさんが一人でレストランに来たいんだったら必ず髪は隠して、こういう帽子をかぶって隠しなさいっていう風に言ってくれました。Thank you。よし、なんか来た。はい、もう全然なんだか分かりません。あと謎のパンも来ました。いただきます。固めのパンですね。硬。なんかゆで卵の衣がついたやつですね。あとなんかコロッケみたいなやつとお肉と野菜ですね。スプーンがないんで手で食べるしかありません。いただきます。なんかこのコロッケみたいなやつめちゃくちゃスパイス効いてて美味しいですね。スープもいただきました。グッド。スープ美味しい。手で食べるのは全然いいんですけど、これひき肉の炒め物で細かすぎる。目の前の海鮮が同じの頼んでるんで食べ方学びましょう。硬いパンに乗せて食べたらいいんじゃない？美味しいね。いい感じにスパイスが効いててめちゃくちゃ食欲進みますね。美味しい。ただこの店ハエがめちゃくちゃ多くて、私のパンにもハエがめっちゃたかってます。うわ、そこから水汲んでる。あれさすがに飲みたくないの。
ごちそうさまでした。謎の料理かなり美味しかったです。特にね、なんかなコンソメスープみたいのがめっちゃあっさりなんだけど美味しいんです。外暗くなってきたからお水買って帰ろうかな。いや、なんかいろんな人が話しかけてくれるんだけど本当に何も分かんなくて申し訳ないな。ニヤニヤすることしかできません。いや、グッいや、ミロック。いや、皆さんめちゃくちゃフレンドリーですね。めっちゃ平和な街です。まあただ基本的には歩かないでねってホテルの方にも言われてるんで、あんまり一人歩きはしない方がいいと思います。ガイドさんが一人で歩きたいんだったらこの髪の毛はこういうハットとかで必ず隠さなきゃダメよっていう風に言ってました。髪の毛長い人ってあんまりいないんで、パッと見で女性と間違えられちゃう可能性があるっていう風なことをおっしゃってましたね。でこの国はイスラム教の国ですので、女性は髪の毛とか全部隠さないといけないんですよね。うわ、やっと見つけた。ここでお水買おう。やべ、お水買いたいんだけどギブミマネおじさんがついてきて買えない。まあもう買おうか。How much? Thank you. やばい。今バナナ買ってるんですけど、やっぱ街中でお金見せちゃうとめちゃくちゃ人集まってくるんでちょっと逃げます。バナナ2本で4000でしたね。やばいやばい。やっぱり髪の毛長いのおかしいみたいで、マーケット歩いてるとめちゃくちゃ触られますね。やばい、早く帰ろう。っていうかホテルどこにあるんだか分かんなくなっちゃったよ。インターネット繋がんないんでマップが分かんない。いや、なんかめんどくさくなってきた。いちいち誰かがね絡んでくるんですよ。おお、ホテルあった。ラッキー。よかった、無事に到着です。よし、じゃあ今日はあれくらいにしておきましょう。ハベンワナーグさん、またね。スバハワナーグさん、ミロクです。今日もドライバーさんとお出かけします。今日のお昼はラクダ肉を食べに来ます。うわ、めちゃくちゃ賑わってる。人気店だ。うわ、なんだビップ席で食べれる。でもせっかくだからみんなと同じ席にしてもらいます。わあ、食べる前にここでまず手を洗います。石鹸もついてます。これラクダ肉を食べるときに使うスパイスらしいです。めっちゃ辛そう。一人分こんなでかいのやば。さすがにでかすぎるから今小さく切ってくれるみたい。うわ、豪快だ。うわ、美味しそう。美味しそう。うわ、めっちゃ美味しそう。いただきます。スパイスつけて食べよう。いや、めちゃくちゃスパイシーだけど美味しいです。脂身。お、ベリージューシー。美味しい。脂身めっちゃ美味しい。ライスはなかなかね手で掴むの大変ですよね。ガイドさんもね手でしっかり握って固めてんだけどうまくできません。なんかスープがボールできたんだけど、ここから好きな分だけ取ってくれってことらしいです。昨日も飲んだけどめっちゃ美味しいんだよね。Oh, thank you. Good. Nice. 美味しい。ごちそうさまでした。ガイドさんと2人でよかった。ラクダ肉結構重いですね。中は扇風機が効いてて結構快適です。手洗ったらこの謎の紙で拭くらしい。わらばんしみたい。ゴルジャンノっていうのかな。めっちゃいいレストランでした。ドライバーさんにお願いしてモスクに連れてきてもらいました。予定になかったんで名前は分かりません。さすがに中には入れないから外観だけですね。でもこのミナレットが素敵なデザインでいいですね。周りなんもないね。あそこなんだ、めちゃくちゃ豪邸建ってるじゃん。ガイドさんが心配して車で後をつけてきてくれたんで一旦戻りましょう。ちょっとドライバーさんにやべえ、なんか怒られたかもしれない。こんな感じで壁になんかいろいろ書いて、やべえ、なんか怒られてるかもしれないからやめよう。なんて言ってるか分かんなかったけどこっち向いてめちゃくちゃ叫んでる人が多かったんで戻ってきました。やっぱ一人で歩いちゃダメなのか。私がカメラ持ってるからかもしれませんね。余計なことしないで空港に行きましょうか。空港戻ってきました。この後は一旦エチオピアを経由して次の国ケニアに向かいます。それではイラーベリー。
せっかくだからマグネットのお土産買いました。10ドル高すぎ。今日はアフリカ最大と呼ばれるキベラスラムに行きます。おお、電車が来た。今このゴミ山に電車が走ってました。あのトイレは1回10シリングかかります。家にはトイレがありません。家の壁は木と泥でできてんだね。なんだあの鳥。お肉狙ってきてんのかな。うわ、このパイナップル10シリングだって。これ買いましょうよ。うわ、これが本場のニョマチョマだ。これがニャマチョマ、ヤギの肉です。このゴートミート、ヤギの肉めちゃくちゃ美味しいです。